皆さんどうもこんにちは。今回はロバート清崎が書いた名著、金持ち父さん、貧乏父さんについて解説します。突然ですが、皆さんはお金持ちになりたいでしょうか？いやー、俺はお金持ちになりたくて毎日会社で12時間ぐらい働いているんですよ。いつかお金持ちになって高級車に乗ってキャバクラに通うのが夢なんだよという方もいらっしゃるかもしれません。しかしですよ、そのような方はお金持ちというものが全く分かっていないです。たとえ1日20時間働いたとしても、そんな人がお金持ちになることはありません。それに本物のお金持ちはそんなおもちゃにお金を使ったりはしないのです。まあ皆様がそう思うのも無理はないのです。学校ではお金持ちになる方法ではなく、サラリーマンになる方法しか教えてもらえないのですから。今日の話を聞けばお金持ちとは何なのか、今から何をすべきなのかがはっきりとわかります。本日のお品書きは次の通りです。お金持ちになりたければ資産と負債の違いを知り、資産を買わなければならない。すべての仕事は従業員、専門家、経営者、投資家の4つに分かれている。副業を始める。お金持ちになりたければお金持ちの言葉を知らなければいけない。それでは早速やっていきましょう。まず一つ目、お金持ちになりたければ資産と負債の違いを知り、資産を買わなければならない。まず資産と負債、この2つの意味が分かりますでしょうか？詳しくは分からないですかね？資産とは毎月自分のポケットにお金を入れてくれるもののことです。負債とは毎月自分のポケットからお金が出ていくもののことです。具体的に言うと、資産は株や債券、家賃が入ってくる不動産、音楽や書籍などの著作権、特許権、自分のビジネスです。特に重要なのは株と不動産とビジネスの3つになります。この3つの資産のどれかを持っていれば、毎月自分が働かなくても自分のポケットにお金を入れてくれる、まさにお金が湧き出てくる泉です。これが資産です。なるほどなるほど。逆に負債とは買うと毎月お金が減っていくもののことです。どんな例があるでしょうか？例えば持ち家と車です。家をローンで買うと、ローンの返済に金利、固定資産税、修繕維持費がかかります。車を買うとガソリンや駐車場代、車検などの費用がかかります。つまり持っているだけで毎月数万円が皆様のポケットからローンや維持費の返済のために出ていくことになるのです。その他にもクレジットカードのリボ払いや奨学金の返済、これらも全て負債です。罠多いですよね。これらの負債を手に入れた時点でラットレースに巻き込まれるのです。ラットレースとは何でしょうか？ラットレースとは回し車の中でくるくる回っているネズミのことです。働いても働いてもローンの返済で一向に資産がたまらない状態のことです。こんな感じで65歳くらいまでずっと回し車の中で走るハムスターのようにローンを返済するために必死に働き続ける。嫌でも止めることは許されない。会社の言われるがままに残業するしかない。そのような状況のことを言います。ここまでで資産と負債の違いを理解いただけましたでしょうか？では、家や車はいつ買っていいのでしょうか？家や高級車を買うのは資産だけで生活ができるようになってからです。泉のように湧き出てくるお金だけで生活ができるようになったら買えばいいのです。それまでは自分の住む家ではなく、他の誰かが住む家を買い、高級バッグではなく株に投資し、会社ではなく自分のビジネスを作るために必死で働くことです。それまではできれば家も車も買わない方がいいのです。お金は資産を買うために使わなければならないのです。どうしても移動手段が欲しい人は車じゃなくて原付バイクで移動すればいいのです。まあこういうことは本当は学校がちゃんと教えなきゃいけないんですけどね。では、なぜ貧乏人はわざわざ負債を買うのでしょうか？それは資産だと思って負債を買っているからです。資産だと思って負債を買うとはどういうことでしょうか？持ち家を買うこと、奨学金で学校に行くこと、そして車を持つことを投資だと勘違いしているのです。貧乏人は資産だと思って負債を買っているのです。ちなみにこの本にはこう書かれています。貧乏人はお金をゴミに変えているだけである。次は、職業は従業員、専門家、経営者、投資家の4つに分かれているということを解説します。この図を見てください。この図がこの本のすべてと言っても過言ではありません。この図は従業員、専門家、経営者、投資家の4つに分けられています。
すべての仕事はこの4つのどれかに属しています。従業員っていうのはコンビニや飲食店でレジとか品出しをしている人です。まあ会社員とかアルバイトのことです。そして次に専門家。これは医者や弁護士、税理士、芸能人、小説家などの専門的な仕事ができる人のことです。従業員よりも給料が高いです。経営者は社長、オーナーのことです。バイトや会社員を雇ってお店を回して利益を出す人のことです。投資家は儲かりそうなビジネスにお金を出して利益を出す人のことです。基本的に職業はこの4つに分けられます。皆様はどの職業でしょうか？多くの場合、サラリーマンを含めた従業員に属すると思います。ここで重大発表があります。この図の左側に属している限り、お金持ちにはなれません。いやいや、医者とか儲かってるでしょ、と思う方もいるかもしれません。まあ確かにすごいエリートの医者であれば、そこそこお金は稼げますが、自分で稼いでいる以上限界があります。左側の職業が自分が働かなければお金が入ってこないのに対して、右側の職業は自分が働かなくても毎月お金が入ってくるのです。つまり右側はビジネスという資産なんです。どれだけすごい医者でも自分の時間には必ず限りがある以上、稼げるお金も上限があります。右の職業は報酬に上限というものが存在しないのです。青天井で報酬が上がっていきます。年収10億円の医者はいませんが、年収10億円の経営者はたくさんいます。そういうことなのです。ここで2つ目の重大発表があります。学校ではこの図の右側の職業になる方法を教えていません。学校の教育はすべて従業員が専門家になるための教育です。だから普通に生きていてお金持ちになれないのは当たり前なのです。お金持ちになりたければ自分でお金の勉強をして右側に行く努力をしなければならないのです。なるほど、わかりました。図の右側を目指せばいいんですね。というかこれ、投資家は最強ってことですよね。じゃあ俺、投資家になりますよ。今この瞬間から俺が世界変えますよ。と言いたくなるかもしれませんが、もう少し続きを聞いてみましょうか。この話を聞くと誰もが一気に投資家になろうとします。ですが、いきなり投資家になろうとしてなれるものじゃありません。それは会社員がいきなり東京にある3億円のマンションを買うようなものです。無理なのです。まずそんなお金はないし、専門的な知識もありません。銀行もそもそもそんな大金を貸してくれません。だからまずはここです。小さくていいし、社員は雇わなくてもいいから経営者になるべきです。まず専門家じゃなくてもいいの？と思う方もいるかもしれません。できれば専門家になった方がいいですが、一気に経営者になってもいいのです。ゲーム会社の社長がゲームに詳しいかって言われたら、そうでもないでしょう。それと同じです。とにかく経営者を目指すのです。俺が経営者か。でも俺ビジネスを持つって言ってもどうやればいいのかさっぱりわからないんだけど、こんな俺にできるんですかね？と思う方もいるかもしれません。そんな皆様にお勧めしたいことは、まず副業を始めることです。それがまずは初めの一歩です。副業で言っても Uber Eats とかコンビニでバイトするのはダメですよ。それじゃあ従業員でしかないからです。自分のビジネスを持つのです。 YouTube だっていい、転売だっていい、ブログを書くのだっていい、商品を売るのだっていい、TikTok だっていい。まずは会社の看板に頼らずに1円でいいから稼ぐのです。これが自分のビジネスです。まずは自分の小さなボートに乗って漕ぎ始めるのです。そして仕事は定時で必ず上がるのです。悲しいですが、会社員をどれだけ頑張っても大して報われません。月収18万円が20万円になるくらいの変化です。そこで副業ができない会社はできる限りやめて転職してください。そうじゃないと人生は変えられません。そして会社で働きながら技術を盗むのです。盗んで自分でビジネスを作るのです。お金ではなく学ぶために働くのです。賢い人たちは全員そうです。例えばラーメン屋で働く場合、バイト代なんて小さなお金はどうでもいいのです。0円でもいいのです。そんな小銭よりも働いていた知識でラーメン屋を始めることです。SNS で笑いながら見ているコンテンツ、笑ってる場合じゃないのです。面白い要素を盗んで自分のコンテンツを作るのです。それが自分のビジネスを持つ方法です。自分の特性を生かして何を副業にするのかを決めるのです。ところで、車がどうしても欲しい人はいらっしゃいますか？経営者になればいいことがあります。
それは経費で車が買えるということです。経費とは何か疑問に思う人もいるかもしれません。わかりやすく説明したいと思います。実は左側の職業と右側の職業とでは税金の取られ方が違うのです。従業員、専門家の場合、収入、税金、支出の順番に進んでいきます。だから入った収入に対して税金をがっつりと取られてしまうのです。サラリーマンをしていると税引き後のお金をもらうからたくさん税金を払っている感覚はあんまりないんですけどね。一方で経営者の場合、収入、支出、税金の順番に進んでいきます。支出が真ん中にありますよね。ここの支出がいわゆる経費です。経費は会社を経営するときに使うお金のことです。例えばオフィスの家賃や車、パソコン、本、仕事の食事会、旅行、会食、これらが全て経費になります。だから経営者が高級車に乗っている理由は経費になるからです。もし経費にならないのならどうでしょうか。彼らは高級車なんて買わないでしょう。よほどの車好きでなければ経費になるのならまあ買っておくかっていう感覚なのです。それを真似してサラリーマンが高級車を買うのはとてももったいないことなのです。どうしても車が必要な人は経営者になった後で経費で買えばいいのです。さて、最後はお金について勉強せよです。お金持ちになりたければお金持ちの言葉を知らなければいけません。例えばポケモンには種族値や努力値、個体値などの言葉が存在しています。この言葉を理解していなければポケモンで勝つことはできません。ビジネスにも言葉が存在します。例えば株には ROE、PER、自己資本比率、いろんな言葉がありますよね。特に重要なのは数字が何を意味しているのかを理解することです。でもその言葉を学ぶ時間がないという方もいらっしゃるかもしれません。そのために定時で帰るのです。時間がなければ自分の船を作ることはできません。どのビジネスをするのかは自由に決めていただいて OK ですが、そのビジネスの言葉をしっかりと勉強することです。言葉を理解してこそ初めてビジネスの世界へ入っていくことができるのです。本日のまとめになります。お金持ちは資産を買い、貧乏人は負債を買う。職業は従業員、専門家、経営者、投資家の4つに分かれている。時間を作るために定時で帰る。副業を始める。お金のためではなく学ぶために働く。学んだことを生かして小さくてもいいから経営者を目指す。車はどうしても必要であれば経営者になった後で会社の経費で買う。ビジネスの言葉を勉強し続ける。これがお金持ちになるための知識です。今回は以上でございます。この動画がためになった方は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。